ぱスポーツのはちょっと速いかな。ちょっとねペダルが最初にねちょっとストロークコンって入っちゃうんだよな。日本ではこう存在感がないというか、だけどこれに搭載されてる技術はなんかこれからのハイブリッドを使ったシャシ技術としては非常にこう注目すべきかなという気がしますね。でもともとメカニカルの SHAWD を前のレジェンドからやってきましたけども、今回はリアクスルが左右独立したモーターなので、フロントの V6 エンジンと DCT の中にモーターが1個あって後ろを独立して2つなので、3モーター DCT なんですけど、で、発進加速はとにかくツインクラッチですけど、ギクシャクっていうところがなくてリアのモーターでグーンと押して、それですぐに時速15キロぐらいのところから今度フロントの、モーターもあるけどツインクラッチの方にバトンタッチしていくので、そのつながりはすごくいいですね。ただ2回連続でテストしたらバッテリーがほとんど空になったので、バッテリーがないと今度リアのモーターを押せないので、もうこのシステムの将来に向けた可能性っていうのは非常に高いなという気がします。で、DCT ですけど1速2速ぐらいのところはモーターアシストが入ってくるので、ほとんど変速のダンダンという感じがなくてですね、非常にこうCVT みたいにスムースな加速をしていきますね。それとブレーキが非常にこれは期待したんですけども、ちょっと踏んだ時にストロークが先にちょっと奥に行ってしまうところがあって、ただハイブリッドの場合はセミバイワイヤー系のシステムをどうしても持ちますから、トヨタをもってしてもまだハイブリッドのブレーキシステムは 100% アナログのその不圧ブースターに、届いたものはないので、これは今後の大きな課題かもしれませんね。レジェンドの方で、気になるコメントというか、ブレーキにポンって最初入ったんだみたいな話がありましたけれども、やっぱりハイブリッドカーとか、EV も、電気駆動系ですね、ですと大体回生ブレーキを行ってます。ブレーキをかけた時にモーターが、発電機になって、それで発電して、バッテリーに電気を入れると、原則エネルギーをだから電気に変換してるんですね。でその回生ブレーキともともとついてるメカニカルな一般的なブレーキと、協調制御をしたりしてますね。割合がこういろいろ変わったりするのがまず一つ難しいのと、あとブレーキバイワイヤーになっている車と、そうでない車があったりしているので、ここら辺も難しいんですけれども、完全なブレーキバイワイヤーにしている車はやっぱりフィーリングがすごく難しいですね。なるほど、そのペダルの踏み応えみたいなものを作るのも難しい、難しいですね。だからゲームセンターのゲームと一緒で、ペダルに何の抵抗もなくて、で何ミリこう沈むとどれぐらい掴みますみたいな、そういうことになるわけですよね。なるほど、デジタルな感じですね。そうですね。普通のブレーキってね、ブレーキブースターがこう作り出す不圧で、そこのなんて言うんでしょうね、意図的に作り出したものじゃないんだけど、その抵抗感とかをドライバーは感じて乗ってるんですね。でそれがものすごいみんな慣れてるわけですから、これからゲームセンターのゲームになると非常に大変だと。でメーカーも一生懸命そういうのを克服するために、ブレーキバイワイヤーであっても反力をうまく出そうとして努力をしてますね。でホンダはねかなり頑張ってる方だと思うんですけどもまだやっぱりちょっと清水さん的には違和感があったということだと思います。ドラゴンオフはないよ。
5リッター V8 と、2モーターのストロングハイブリッドです。トヨタオリジナルの THS ですけども、この2モーターは両方とも駆動力に使うというよりも一つは発電機として使えるので、事実上駆動に使えるのは1モーターなんですね。で走りながら充電できるというところに、このトヨタシステムのメリットがあって、すでにプリウスが発売されてから17年経ってますから、そういう意味では完成されたシステムで、電気 CVT なのでその DCT と違って多段ギアがないですから、非常にシームレスにスムースに発進から100キロ120キロぐらいまでは加速していきます。5リッター V8NA ですが、レジェンドと同じぐらいの加速性能かなと。レジェンドは 3.5 リッター V6 なんだけど、モーターでかなり駆動力を稼げるので、そのモーターの分だけ、レジェンドは、エンジンの排気量を補うという意味で頑張れるんですね。そういう意味で加速性能はイーブンパーという感じです。でブレーキもこれも完全なバイワイヤーブレーキなので、ABS のペダル振動はないし、しかしトヨタのハイブリッドのブレーキにありがちな漬物の石を踏んでるような感じの、硬さ感はなくて、意外とちょっとストロークして、人間のフィーリングに合うようなところにチューニングはされてます。しかしその ABS の働いた作動点がペダル振動がないのでちょっと分かりにくいっていうのはありました。でフルブレーキすると当然プリテンショナーベルトが電動でキュキュッと締め上げられるんですけど、レジェンドも電動プリテン持ってたんですけど、レジェンドの場合なぜか効いたり効かなかったりっていうのがあるんですけど、このレクサスの場合は確実にドライバーが拘束されるので、プリクラッシュ技術がきちっと機能してるなっていうのはブレーキテストでも体験できます。ブレーキをかけた時に、プリテンショナーですね、ベルトがくくって入っていくっていう話がありましたけど、あれは大体ちょっと高級車なんかになってくると、ブレーキを結構強めにかけた段階、で少し危険に近づいていると察知して、電動で巻き取ったりしてますね。ちょっとたるんでたりすると、ベルトの効果が低くなってしまうので、あらかじめ巻き取るとか。そうですね、ブラブラしていると、いざ衝突した時にこの分がもったいないっていうところですね。たるんだ部分をクッと巻き取る。あとこれを利用して、ちょっと危険が近づいているのを車側が察知した時にドライバーが気が付いてない時にククってやるとドライバーがハッてなるっていうこともやったりしてます。でも一般的にプリテンショナーベルトっていうのはもっと広い車についていて、これは本当に衝突した場合、ここに入っている火薬を爆発させてグンと巻き取ると、それで本当に衝突した時のシートベルトの効果を一番高めるというものが、一般的なプリテンショナーベルトで、今清水さんが言ってたブレーキかけたらプリテンが働いたっていうのは、電動プリテンの方ですね。あらかじめ、まだぶつかってない段階でも、巻き取る機能ですね。これなんかやってきたな。全然乗り心地いいじゃんよ。実際モーターベクタリングなのでいろんな制御の可能性ができるわけで、例えば高速周回路走ってる時にはバンクの下側を180キロぐらいで走ると外側のタイヤが減速して内輪が増速して左モーメントを曲げ前モーメントにしてスタビリティを上げるみたいな、だからちょうど 4WS のリアの同位相制御みたいなイメージになるんですね。結果的にスタビリティはすごく高いんですけど、で100キロ以上になってスピードが14050から上になってくると今度モーターからツインクラッチとエンジンの仕事になってくるので、その辺になるとまた今度エンジンの力強さっていうのが出てきて、
タイヤからの入力は結構硬いんですけど、その次のバネ上がファンとこう動いてしまうので、もうちょっとタイヤからの入力とバネ上の動きを一体感持って、もっとガチッとした感じで、感じの乗り心地感があれば、かなりこのグランドツアーレジェンドとしての上質さを実現できると思うんですね。だからそういう意味で乗り心地はやっぱり大きな課題かなと思います。特殊なハイブリッドですね。そうですよね。3モーターハイブリッドですから、今までにないものですよね。でも、3ですけれども、一つは前にあります。でエンジントランスミッションと、デュアルクラッチトランスミッションの中にモーターが組み込まれてます。だからこれフィットハイブリッドと、そこだけは一緒ですね。なるほどなるほど。で後の2つのモーターをリアの左右に持たせていると。なるほど。これで言うと、1つ目、この辺り、で2つ目、3つ目、こういうイメージですかね。そうですね。これで、リアはもう2つのモーターで駆動するんで、左右を別々に動かすことができるわけですよね。ちなみにここにプロペラシャフトがないんですよね、レジェンドは。なくて済みますね。このモーターだけでこう後輪をこう駆動させていく。そうですね。だからこそ、先ほど清水さんもおっしゃってましたけれども、高速でこう曲がっていくときに、曲がりがあるとこう左右、内輪外輪のそうですね、差を出せますから、そうですね、トルクベクタリング、方向性を、このモーターで作り出すことができると。ハンドル例えばほとんど切ってなくても、右側いっぱい回してあげれば、こう左に曲がっていくと。で、逆に左側はこう減速度が入ってくるんで、ここで回生して電気を発電して外側にその電気を回すというようなことをレジェンドやってますよね。充電しながらこう、逆に電気使っていくみたいな。やっぱりこのモーターを使った 4WD って理想の形だとは思うんですけれども、加速の時も電気がなくなってましたよね。電気がなくなってしまうと機能しないっていうのは大問題になるわけですから、そういうことを使ってやっていかないといけないわけですね。ここでいうとFF になっちゃうわけです。そうです。急にリアのモーターは重りになっちゃうっていうことになると困りますよね。やっぱしなやかだな。それと高速周回でいくとやっぱり乗り心地は FR 系のレクサスなので、さすがに音振動はよく抑えられていて非常に静かで滑らかで、後席に乗るVIP が乗っても不満がないぐらいの静粛性快適性とスタビリティの高さ、おそらくこのスタビリティは4駆で得られていると思うんですね。次のジェネレーションでどういう技を持っているのか、GS ではすでに 4WS がありますけど、この LS にはまだ 4WS は持ってないので、次のシャシー技術に期待、が持っておられます。でプリウスと違うのはエンジンが5リッター V8 あるので非常にエンジンの力もあって、高速側に行けばエンジンの出力で駆動力を出していくんですけども、そういう意味で非常に乗りやすいし、他のヨーロッパ系の車と違って電気 CVT みたいなものがあるので非常にシームレスに加速できるというところにこのレクサスの高級車としての、そのしなやかさっていう部分での乗り味の特徴がありますね。で FR ですけど基本的にはこのシステム4駆なので今、レジェンドの場合はリアモーターだから E4 駆なんですけど、これはなんとメカニカル4駆にしてるんですね。なのでこの辺もシステムとしたらちょっと今更ハイブリッドの4駆で、センタートンネルプロペラシャフトを持つっていうのもちょっと古典的かなと思うので、多分これからレジェンドみたいに、あるいは三菱のアウトランダーみたいにリアはモーター駆動になっていくのかなっていう気はしますけども、トヨタもこの次のジェネレーションのレクサスの LS がどうなるかっていうのは大いに期待したいところですね。
モーターは、フロントの方に駆動用ともう一つは発電メインのモーターがある2モーターなんですね。この中に入ってるイメージですかね。でさっき言ったように、モーターを利用した 4WD というのは、理想形なんですけれども、まだ難しいところもある。で昔ながらのこういうメカの 4WD の方が今のところ性能確保しやすいっていうのがありますよね。なるほど、その上質感とか本当のトラクションの性能とかそういうところも含め、あともしかしたら電気がなくなっちゃうさっきは2つモーターが左右にあったんで、レジェンドの場合は左右にあるんで片方で発電することができましたけれども、今の THS の場合は駆動してったら出て行きっぱなし、発電モーター持ってるので、そこで発電しながらっていうこともできるかもしれないんですけど、なかなか多分難しい、もう一歩先行かないといけないっていう問題はあると思うんで、今のところ他でも例えばエクストレイルハイブリッドなんかも、メカの 4WD 使ってますよね。そうなんですね。だからなかなか今後ですよね、E4駆が本物になっていくのは多分レジェンドとかが先駆けになって少し今後盛り上がっていくんじゃないかなと。そこに競争があるわけですね。そうですね。なるほど。キャーッとブレーキかけてるね。はい、スポーツモード。曲がれない。もうダブル A みたいな速い動きにはやっぱりベクタリングもついてこれないんだな。制御屋さんはなんかリアのモーターベクトリングがあるから、自由自在に運動性能を作れると思ってますけど、このぐらいダブルエンチェンジぐらい速い動きになるとやっぱりリアのベクタリングで陽モーメントをコントロールするというよりも、やっぱりステアリングでタイヤの CP でゲインを出して曲げて安定させて元に戻すというところにの方がやっぱり主役になってくるんですね。だから制御でどうのこうのよりもやっぱりベースの、問題になってくるので、そういう意味ではまだフロントがドカッと重い感じと、このステアリング系のその合成感みたいなところはもう一歩踏み込まないと。今制御の方がすごく3モーターでいいシステム持ってるんですけど、ベースのところですね、そこが今一歩追いついてないかなと。でよくこういう車作ると軽量化っていうんですけど、逆にもうどうせ2トン近いんだから開き直ってもっとジャガーみたいにやっぱ車体に肉を持ってもっと重量を増して必要なところにやっぱり合成とか強度を上げていった方が結果的に軽快な運動性能っていうのは出せると思うんですね。ハイブリッドでスポーツカー、ハイブリッドでグランドツアラーっていうのがこれからの大きなトレンドになるのは間違いないんですね。そういう意味でこのレジェンドに使えた技術システムが次の NSX に前後をひっくり返して搭載されたりするので非常に注目に値すると思います。あんまりやっぱりそのハイテク4駆なんですけど、あんまりそれが聞き出す前の段階の話ですよね。要はね、まっすぐ来てここでパッとハンドル切るんですけれども、切った瞬間っていうのはおそらくその打の機器、ここはそのハイテク関係ないところでシャシー性能、重量バランスとか、そういったもので入っていくと思うので、いくらいい、ハイテクがあっても、
やっぱり最初土台として素の部分の良さを作ってから乗せないといけないよねっていうことだと思いますね。このプロペラ、いわゆる、昔ながらのプロペラシャフトがなくて、この後輪左右でこう向きを変えて、積極的に向き変えていくみたいな話もありましたけれども、まあね、ハンドルを切ってるんで打角を入れればそれを察知して制御するってことができるはずなんですけれども、それ以前にこうメカニカルな部分で、ちゃんとノーズを入れないとっていうところでしょうね。なるほど。FR ベースでも、ノーズの入りはレジェンドよりも重量配分的に少し有利な感じがあって、ステアリングに対するその車の動きはいいんですけど、やっぱりバネ上のボディの暴れ方というかボディのそのストロークのロールピッチはやっぱこっちの方が大きいですね。で S プラスにするとダンピングは上がるんですけども、やっぱり乗り心地を重視するレクサスらしく、スポーツモードスポーツプラスでもそんなにダンパーは引き締めてないので、やっぱりこう急ハンドル切るとロールピッチが大きくなって、元のレーンに戻りにくいなっていうのはスポーツプラスでもあります。ノーマルで走るともっとそのバネ上のボディの動きが激しくなるので、その辺のバネ上のボディコントロールと、あとこれはレジェンドと共通してますけども、ステアリング系の合成とかゲインはもう少し上げないと。ただこの LS も、計画では2017年頃にフルモデルの予定になってますから、次のレクサスのフラッグシップがどういうボディとシャシー技術あるいはハイブリッド技術になるのかも非常に楽しみではあります。はい、一方の LS ですけれども、こちらもちょっとあんまりもともと大きい、サルーンですバネ上の動きが大きいって言ってましたね、すごく。でこのテストの場合2回ずつ走って、大抵最初はノーマルモード、で2回目はスポーツモード、ドライビングモードがついてる車ですね、でやっていて、レクサス LS の場合は、サスペンションの硬さも変わるんでスポーツモードにすると、1回目より2回目のが少し良くなるだろうっていうところなんですけど、スポーツにして硬くなってもまだちょっとやっぱバネ上の動きが大きいなって言ってましたね。なるほど。それがその次のモデルではいろいろ運動性能において、LS もちょっともう古いですからね、こういうハードなテストをした時にその古さが出ちゃってるんじゃないですかね。なんかステアリングの効きもレジェンドよりは FR ベースなんで、重量配分的に良さそうでしたけれども、もう一つだったみたいですし、結構このグラグラするのがこのダブルレーンチェンジが大変そうでしたね。もう性能自体はだからギクシャクしない DCT って今レジェンドが一番いいかもわかんないな。いいじゃん。どうしちゃったの？やっぱりモーターベクターが効いてんだ。
ちょっとでかくて重いからダメかなと思ったんだけど、結果は全然 OK で、やっぱり後ろのモーターベクタリングが効いてるみたいで、ドリフトアウト気味になるんだけど、後ろでこう内外輪でトルク差を出してモーメントを出していくので、すごくライントレースがいいですね。で1回目 53m ぐらいなので、ほとんどこのテストではトップレベルの制動距離ですが、ライントレースがすごくいい。2回目わざとハンドルを先切って、ABS のロバースト見るんですけど、ハンドル切ったらもうさらにリアの左右のモーターベクタリングで陽モーメントを作り出すので、全然へこたれずにですね、どんどんインに入っていって、結果的にはもう車1車線分ぐらい外に出て、かなりライントレースは高いですね。ストッピングパワーも落ちてないので、この旋回ブレーキに関して言えば、つまり曲がる曲がんないだけに特化すると、やっぱこの3モーター DCT、特にリアのアクセルがモーター4駆なんですけど、内外輪差のモーターベクタリングがやっぱ功を奏したという感じがしますね。でペダルフィールもしっかりしてるし、こういうところはなんかレジェンドをしてやったりという感じです。コンテストだと、ウェットで100キロで走ってきて、ブレーキをかけて、40R のこの、カーブになるべく沿って止まって、かつ短くっていうのが理想なんですけども、レジェンドは3モーターのハイブリッドカーで、リアに2つモーターを持っていることで、この曲がりながら止まっていくっていうのはものすごい得意なんですね。このトルクベクタリング、後輪を左右うまく独立して制御するというのがなんか功を奏したという話がありましたけど、でこう走ってきて、こういうふうに止まりたいと。でその場合にモーターで減速度を出します、モーターでブレーキをかけてますから、左右を強さ変えられるんですね。だからこういく場合は内側をより強くかけることで、車がこういうふうに曲がる力を発生しながら止まっていくことができるので、この曲がりながら止まる旋回ブレーキがもう理想に近いことができると。素晴らしい。21世紀って感じがしますね。そうですね。ちょっとダブルレーンチェンジではなんかそういうのがまだ短い時間だと追いつかないんですかね。あとキュンって最初のダを出すというか、キュンって曲げる時にはちょっとやっぱりそのメカニカルな基本的なシャシー性能が必要かもしれないですけど、このテストではかなりね100キロでこうじわじわじわって、でも40Rだから相当きついですけど、トレースしつつ短く止まるっていう、素晴らしいですねこれはね。なるほど。何これが日本のフラッグシップカーかと思うとちょっと悲しいね。もうなんかタイヤなのか車なのかよく分かんないけど、とにかくハンドル切っても全然曲がんないし、タイヤも7分山ぐらいなんだけど、7分ぐらいでこのぐらい曲がんないとちょっとやっぱり問題あるよね。だからやっぱりその自動車メーカーの開発の試験法がおかしいんで、もうなんかこうABS メーカーにも吊るしで買ってきてただポンとくっつけただけで、でもこれハイブリッドだからトヨタ独自の ABS だよね。やっぱりダメだな、みんなもっとちゃんと車作んないと。もうお願いしますよって感じ。タイヤも7分山ぐらいだったんですかね。だからそんなに悪くないはずなんで、それであれだとちょっと問題ありかなと。ちょっと古いかなと。やっぱり古いっていう話になっちゃいますね。そうですね。次世代に期待したいということになっちゃいますよね。じゃあ結果を見てみましょう。